のちゃん金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。朝日ガニっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。朝日ガニ。っていうことでね、こちら気まぐれクック初登場のカニでございます。僕もね、このカニ存在は知ってたんですけど、今まで食べたことなくてですね、で、売ってましたので買いました。まだね、若干生きております。で、この朝日ガニなんですけどね、なんかカニなのかエビなのかよくわからない形してますよね。大きな甲羅に、で、ここはふんどしですね。ちっちゃいふんどし。で、水かきもしっかりあって、で、裏側がすごいんですよ。このレンチみたいな、強靭な爪ですね。これもうだいぶ弱ってるんで挟まれないんですけど、挟まれたらこれ痛いと思うな。とにかく特殊な構造をしてますね。で、こっちがメスでこっちがオスですね。どこで見分けるかというと、これふんどしですね。ここのふんどしがメスの方が広いですね。オスは細長いです。まあ、カニはどのカニもそうなんですけど、基本的にメスの方がふんどしは広いと覚えておいてください。で、メスは内子と味噌がたくさん入ってて、濃厚で美味しいみたい。でも、オスの方が身は美味しいみたいですね。それは渡りガニとかと一緒ですね。はい、というわけで今日はこちら、変わったカニ、朝日ガニを買ってきましたので、この朝日ガニでトマトクリームパスタを作っていきたいと思います。で、僕これ食べたことないんで、ちょっと塩茹ででも食べてみましょうか。で、熱湯を用意してあります。で、熱湯にお塩を加えます。で、お塩加えたらよく洗った朝日ガニを入れていきます。これでだいたい20分ほど茹でていきます。はい、それでは20分ほど経過しまして、めちゃくちゃいい匂いが漂ってきておりますよ。これなんかアクがね、オレンジ色なんですよね。で、茹で上がったら、より赤くなりましたね。綺麗な赤になりました。そしたらザルにあけて、よし。そしたらオスとメスを1匹ずつ半分に切ってみましょうか。まずはメスから。うおー、なんか、めっちゃ身が詰まってるけど、これ。こんなぎっしり。どういう構造なんだろう、これ。で、このカニはね、足の部分はほんと身が少ないので、こう胴体を食べるみたいですね。こっちオス。オスの方がね、若干軽いような気がする。で、結構殻は柔らかいですね。うわー、なんかちょっと独特な香りがしますね。こっち臭い、なんか。うわー、これやばいかも。そしたらこの状態で甲羅を外すと。はあ、なるほどね。変わった甲羅の形してますね。こんな感じの甲羅で、ここに身がぎっしり入ってると。身複雑に入ってるな、これ。難しいな。もう一回半分に切ろうか。熱い。お、取れた取れた。よし、じゃあこの茹でたてほかほかをちょっと食べていきたいと思います。いただきます。味はめっちゃうまいですね。で、これね、すすって食べた方が食べやすいですね。吸って食べる感じ。あ、でもなんかね、味噌がちょっとやりづらい感じの味してるな。ちょっと味噌をいただきますね、これ。味噌。やっぱカニはね、味噌食べんと始まんないですからね。いただきます。うわぁ。あ、でもね、あんまり好きなタイプの味噌じゃないな、これ。かなり濃厚なんですけど、なんだろう、カニ味噌とエビ味噌のほんと中間。中間より、エビ味噌に近いかもしれないですね。ただ、身はね、うまい。ただ、これはどうほぐすのが正解なのか、ちょっとわからんな。かなり入り組んでるからね、これ。とりあえず、パスタに身も使いたいので、こういう風に身をほぐしていきます。コツさえつかめば、簡単に取れますね。あ、取れた取れた。箸でこうやってね、ついばめば、簡単に取れますね。意外と綺麗に取れました。まず半分に割ったら、ふんどしを外して、甲羅を外します。で、ここにエラがついてますんで、エラを外して、で、ここでね、足外しちゃった方がいいな。足邪魔なんで、足全部外しちゃいます。手ももいじゃって、で、この状態になったら、さらにね、斜めに切っちゃう。こういう感じ。で、これで、箸でほぐすと。そうするととってもね、身が取り出しやすいですね。
これが朝日ガニのさばき方かな。でも結構さばく難易度は高いですね。で味噌はちょっと癖がありましたんで、今日は味噌使わないです。身とこの殻を使ってトマトクリームパスタ作っていきたいと思います。じゃあとりあえずこうどんどん剥いていきます。はい、ではこのように剥き終わりました。これでだいたい3杯分ですね。こう見ると意外と可食部は少ないかもしれません。そしたら次にトマトクリームパスタのソースを作っていきたいと思います。フライパンにオリーブオイルをたっぷり入れます。そしたらニンニクですね。ニンニクを軽く潰して刻んでいきます。で、ニンニクを入れると。で、火加減は弱火。で、ニンニクの香りを出していきます。そしたらその間に玉ねぎ。で、みじん切りにしていきます。そしたらニンニクの香りが立ってきましたら、そこにみじん切りの玉ねぎを加えていきます。で、ある程度玉ねぎに火が入ったら、こちら朝日ガニの殻も加えていきます。この殻からも美味しい出汁が出ますのでね、できるだけこういう足の部分を入れると美味しい出汁が出ると思います。あとこれね、爪の部分とかね。そしたらここに白ワインを加えます。そしたらそこにトマト缶も加えます。で、なじませて、で、そこにコンソメを2つ入れます。ブラックペッパー、ピンク岩塩、で、これで弱火で5分ほどふつふつと煮立てます。はい、ある程度煮込み終わったら、こちら殻を取り出していきます。殻はね、邪魔なんでね、これは取り出します。もうこの殻の旨味はソースに移ってますんでね。はい、そしたらパスタを茹でていきます。ちょっと芯が残るぐらいに火を通していきます。はい、そしたらパスタが茹で上がったら、お鍋に生クリームを加えていきます。で、生クリームが入ったら、このカニの実ですね。カニの実も加えていきます。で、ポイントは全部入れないで、少し飾り用に残しておきます。で、そしたらそこにパスタを加えて、ソースを絡めていきます。はい、これで OK。そしたらこちらをお皿に盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。さあ、朝日ガニで作ったトマトクリームパスタ、どうでしょうか。身はたっぷり入ってますからね。期待できますよ、これは。いただきます。うまっ。大成功。上品な味だな。これ、朝日ガニはこれ、クリームと合いますね。そこまでカニカニしてないんですよね。ただどこか上品なね、こう香りというか旨味があるんですよね。で、身がたくさん入ってるから本当にね、食べ応え抜群ですね。これはあっという間になくなっちゃうな。はい、ということで今日はこちらの朝日ガニのトマトクリームパスタときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん！銀色のやつ。もうパスタにも銀色ですね。パスタって基本飲み物何で合わせるんでしょうかね。やっぱ白ワインとかなんですかね。白ワインもいいけど、やっぱりね、こちら、銀色のやつ、7対3でいただきます。うめえ。5層6分に染み渡りますわ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はちょっと変わったカニ、朝日ガニを使ってトマトクリームパスタを作ってみましたけども、僕パスタすごく苦手なんですけど、
今日は比較的上手にできたかなと思います。もうちょっとこう水分があっても良かったかなとも思いました。で、アヒガニはね、正直そんなに俺タイプなカニじゃないですね。でもあのカニ味噌とか卵がいっぱい入ってますんで、ケジャンにしたらどうかな。ちょっとまたやってみたいですね。アヒガニのカンジャンケジャン。また機会があったらやってみたいなと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。